で赤いのははい。葉緑素がないから、はい。木としての活動をしない。緑色になって初めて炭酸同化作用して木の活動するわけだから。赤いのは切ればまた赤い芽が出るんだけど、木がしょっちゅう休んじゃうわけするじゃん。幹が緑色ね。はい。これは幹自体も炭酸同化作用してるわけ。お分かりかな。これって名前ちなみに何て言うんですか？これはコトンの糸。コトンの糸。細いのすごい。お兄さん家にこれは非常に珍しいと思う。でこういうふうにしてあるんだけど、はい。これは苗木を買うと下が長いわけ。それをこうやって取り木をする。そんな。なるほど。はい。これになる。今時期葉刈りとかはするんですか？もう一回枝を切ってる。はい。でこれでもうこれで花が来るわけ。なんかで、今もしお客さんがやるんなら、はい。花がいっぱいついちゃうと芽が下の上に出ないでしょ。はい。そういう時には葉をね、はい。新芽の元から2枚か3枚こう切るわけ。はい。こうね、はい。こういうふうにこう切っとく。はい。ところがつぼみがつきにくいから、来年の枝にある芽がつくわけ。はい。そうするとその上は葉っぱを取らないからつぼみがつくわけね。そうするとこう小さく枝が出るわけ。じゃあ本当に商品サイズになっていく剪定なんですね。でこれが寄せ植えね。はい。でこの人は遠近感を出してる。手前の方へ大きいのを持ってきて後ろの方に行くに従って小さい木になる。これで遠近感を出すわけ。そうすると前の木が大きく見えるというか、奥行きがあるように見えるってことですか？そうそう。だから遠くまで林だなということを出してる。だから一つ寄せを作るんでもすごい難しいの。後ろへ大きいのを持ってくる人もいるの。そうですね。そうするとどんな効果があるんですか？そうすると遠近感は出ないわけ。そうですよね。どんな。それから、はい、ここに空間があるね。ありますね。この空間を持たせることによって景色が大きく見える。もう切羽詰まってる状態じゃなくて、こういうふうにしちゃうと景色が大きく見えない。そうですね。もう切羽詰まっててきついというか。だから寄せ植え一つ作るのにもすごいこの難しさがあるのね。そうですね。大事なってくるんですね。これ見てもらうと分かるけど、ここがこうまっすぐ立ってるね。はい。こっちはこういってるね。はい。風に吹かれてる感じ。風の向きとか日の具合とかでこういうふうに植えるわけ。だから寄せ植えだからってただ作るだけじゃダメなの。んで自然の林を見てもらうと分かるんだけど、職人したみたいに同じ感覚でこうやって植えてたらちっとも面白くないわけ。そうですね。くっついたのがあったり離れたのがあったりして初めて自然感が出るわけ。自然ならではっていうことですよね。だからね、これは欅の寄せなんだ。これもやっぱり遠近感を出すために手前に置くものね。で中間にちょっと奥にこのね持ってきて、で太さもいろいろやってる。だから一口に寄せ植えって言われても寄せ植えを作るにはすごい勉強がいるわけだ。そうですね。感覚というかいろいろあれですよね。遠近感とかもろもろ。だからよく山取りっつって山に行って取ってくることを考える人が多いんだけど、私は山に行ったら景色をよく取ってきてください。品物は取ってこないでください。ね、品物取ってきても時期が悪ければほとんど枯れちゃう。それよりもどういう木はどういうところに生えてどういう景色を表してるか、景観と植生ってことですよね。それを勉強しないとダメなのね。
実を増やすには実をまいたり挿し木をしたりして増やすんだけど、はい。木の種類によっては挿し木が非常に難しいのもある。さんざしとか。それから実をまくと親と違うのが出ちゃう。だからまたそれを面白く自分のなんていうんだろうあれにする人もいるわけ。なるほど。新しい種類を出すためにわざわざ実をまく人もいるわけ。あえて一切種を使うのではなくてその種から。種からやるとかというはそういった。でここに未生素材って書いたんだけど、はい。梅は僕らが先輩に教わったのは梅は実をまいたら自分の代には花は楽しめないよというぐらい花つきが悪いのを実をまくと。接ぎ木でやるんだよね、唾液を使って。弱いからか。あとクローンで種がないものも。でも桜みたいなやつでしょ。そうそうそう。なるほだから新しい品種を作る人は未生をどんどんやって新しい種類を作って自分で名前を付けてやるんだけど、今登録制じゃないからさすが登録制だけどじゃないからちょっとね。あれ梅も桜も登録制じゃないんですか、いまだに。梅はね、はい。梅の会っていうのがあってそこにあれする場合があるんだけど、はい。それから桜もなんか桜の会があるらしいんだけど、正確に登録制っていうのはないみたいよ。せっかく作ってもそれがなくなってしまうかもしれないってことですね。後世に残されずに。悲しいですね。だけどそれを今度見分けられる人がいないんだよ。それが何より一番あれですね。なるほど。作った本人しか分かんないですもんね。それがね、はい。本で勉強した人はこういうのやって切り込んで小さくするんだけど根っこが小さい鉢は収まらない。上は小さく切れても根っこが小さい鉢は収まらない。本に基づいてやると、批評みたいのとかこれはこういうとこがいいよとかっていうのがあるんだけどただ喋ってるだけだとそれができないんだ。だから例えば本を一冊あれしてで今だからコピーをして今日はこの部分をやりますとかっていうふうにした方が生徒さんも分かりやすいわ。そうですね。情報量が多すぎると生徒もすごい困惑してしまいますよね。